こんにちは。お元気ですか？今日はね、ちょっと実は健康診断に行ってきまして、で、その帰りにちょっと近くに島村があったのでね、ちょっと島村で冬のあったかグッズを買ってきました。なのでね、せっかくなので、ちょっとこんなの買ったよみたいのを参考程度にね、ちょっと紹介してみたいと思います。ちなみにですね、あのブラックフライデーであったかグッズとかそういうのを買うって言ってたのはまだ買ってなくて、ちょっとね、昨日まですごくちょっとまた根詰めて忙しく、勝手に忙しく過ごしちゃったんで、全然買う元気もなくて、そうそうでね、一段落ついたらとりあえず絶対健康診断に一回行こうってもうすごい決めてたんで、今日はねもう頑張って健康診断に行ってきました。で、せっかくなので島村寄ったんですけどね、今ちょっとバーッと並べてますけど、まずこれはウッドリッチインナーとかいうあのそういうファイバーヒートか、島村だとファイバーヒートっていうのがあったかいやつで、スーパープレミアムっていうプレミアムよりもさらにあったかい、ちょっとあったかめのインナーを買ってきました。で次、腹巻きね、これもウッドリッチインナーで、これはプレミアムっていうちょっと薄めのね、スーパープレミアムっていう分厚いのもあったんだけど、私はプレミアムっていうちょっと薄いやつの方がね使い勝手がいいので、それでも結構十分にあったかいのでこれを買いました。実はこれもう何年も前に買ったのがあって、3つ目です、買ったの。でね、家で履いてるいい加減なパンツも買ってきました。これはデオリッチって言って、まとう清潔とか書いてあって、抗菌とか防菌防臭消臭かとか書いてありましたね。で中が裏肝になってるので、あったかいものって感じになってます。そうそう、これがね一番欲しかったんですよ。冬用のお家で履くいい加減なパンツがちょっと本数が少ないなと思ってたんで、しかも裏肝のやつ1個しか持ってなくて、裏肝をもう1個欲しいなと思ってて、そうそう、これは絶対買わなきゃと思って買ってきました。3つぐらいいいかなって思ったのがあったので、あのちゃんと試着してね一番合うのを買ってきました。で今持ってるのはね、レッグウォーマーですね。もうね、レッグウォーマーはね、とにかく冬は結構膝下が一番冷えるなって思ったんで、とにかくこれいいのあったら買おうと思ってて、でこのね今映像で中身の紙とか撮ってますけど、これがね自分が欲しかったやつに一番近いなと思ってこれを買いました。外側がねナイロンっぽいシャカシャカ素材になってて、えっとうんとねそうなんか690円で税込み759円ですね。なんか見せてる。あので、ね、裏がこう起毛になっててあったかくて、私外側もねこうボワボワしてるやつだとホコリとか髪の毛とかがつきそうで嫌なんですよ。だから外側はこうナイロンっぽい素材のが好きで、それに一番合ってるのがこれかなと思って買ってきました。でね、あの商品名が家でも外でもって書いてあって、オンオフいつでも足元あったかいと、まあ家で履いてもいいし外でも履けるよっていうコンセプトのデザインみたいです。ちょっと外で履いたら恥ずかしいかもしれないけど、黒だったらね意外と自然に履けるかもしれません。これでね上普通に黒いダウンとかしたらね、本当なんかね、ちょっとモコモコしすぎちゃう感じになりますね。うん。でもだいぶあったかいです。うん。そんな感じで、まだね真冬になってないのであれですけれども、真冬になったらこのレッグウォーマーをね履こうかなって思います。今の時期はね、最近毎日履いてるニューバランスのもう20年近く使ってるインナーをじゃないや、レッグウォーマーをね履いてますのでね、これは真冬用に取っとこうと思います。で
スリッパも買ってきましたね。これもデオリッチスリッパとか言って、デオって書いてあって、これも消臭とか防菌みたいな感じなのかな。でモコモコしててとにかくあったかいの欲しいなと思って、税込み1089円ですね。でかかと部分がこうかかとも入れたり踏んで履いたりとか両方できるようになってて、フィット感もあって、結構なんだろう、スリッパのサイズ的にパタパタして隙間があって寒そうじゃなくて結構フィット感がありそうだったのでこれにしました。これでねとりあえず真冬の足元でのね冷えを去年よりもねさらにあったかく過ごせるんじゃないかなって思います。やっぱりねいろいろ今年のね4月ぐらいからもうべったり机に張り付いてずっとパソコンいじってずっと座ってるっていう生活してるので、ちょっとね冬の間このままだと寒くて本当に体壊しちゃうんじゃないかなと思って、少しでもなんかそれを防げるようなグッズがあったら、それでね健康もキープできるし、快適さも上がって、コスパもいろいろ物事に取り込むコスパも上がるんじゃないかなって思うので、これはね必要経費かなっていうふうに思ってます。ちなみにこの5つほど買って全部で5555円っていう5555の金額でした。こう貯金切り崩し生活の私にとっては、5000いくらなんて超大金なんですけれども、見ての通りね実用品しか買ってないので、これ本当に必要経費かなっていうふうに思ってますね。先月初めて7万円くらい稼げたっていうのもあるので、そこはねある程度健康に投資はしていきたいと。もちろんまだ全然贅沢品を買えるレベルじゃないんですけれども、寒さを我慢して体を壊してしまって1日寝てしまったらそれこそコスパが悪いので、快適にね冬を過ごせるようになんかしたいなって思ってますね。この今いじってるスーパープレミアムのファイバーリッチのインナーは税込みで1639円ですね。裏肝があったかくてちょうどユニクロのなんだっけど忘れちゃった、ユニクロのあったかいやつの極暖とか超極暖とか極暖と超極暖の真ん中ぐらいのあったかさな感じがしました。触った感じね。そんな感じで私結構島村好きなので今日は楽しかったですね。でねもしあったらこうちょっといい感じのパーカーとかねあったら家着用でね、家着って言ってても外に着てっちゃうんだけどあったらね買いたいなって思ったんですけどね、今着てるケタクマを超えるようないいやつがちょっとなかったんでね、いつかまたそういうのがあったら買いたいななんて思ってます。そんな感じで今日は島村に行って5点ほど買ってきました。はい、ではいつものコーヒーを入れる映像に戻って、今みたいなアテレコっていうのかな、この映像を見ながらそれに合わせて喋るっていうの、あれ結構難しいですねちょっと初めてやったかもしれないです。また何か機会があればやってみたいと思いますけど、そうだ、ブラックフライデーで何か買ったら、何か買う予定ではあるんですけれどもそれをまたちょっと紹介してみたいと思います。ブラックフライデー先週の金曜日からだけど多分今週の金曜日までやってると思うので、本当は先週の金曜日に買いたかったんですけど、ちょっとねその時やっぱり自分の中で
いついつまでにここまでは絶対にやろうみたいな、またそのタスク的な目標を設定しちゃったんで、結構根詰めてやってて余裕がなくって、その Amazon のサイトとかちょっとは見たりはしたんだけど、なんかこう決めようと思うとちょっと時間がかかっちゃいそうなんで、もうちょっと一瞬しか見てなくてそうそう、だからまあ23日中にはね決めて Amazon をポチろうかなっていうふうに思います。なんかね、毎回同じようなこと言ってるんだけど、またちょっとねこう疲れちゃってなんか難しいですね、健康第一にとか考えるの。で今回もねまたちょっといろいろ疲れながらも、絶対自分の目標のとりあえずここまでやろうっていうのを達成したら絶対に健康診断にその後行こうって決めたんですよ。で別に今すぐ行かなくても私の場合は自治体のね健康診断なんですけれども、来年の3月までに行けば大丈夫なんですよ、今回分はね。なのでそんなに急ぐことはないんですけれども、先月にね一瞬ちょっとお腹がこうぐっと痛くなったりとかしたこともあったんで、その後特別たまにちょっとお腹が変に痛むと、なんか大した痛みじゃないんですけれども、なんかの疾患かなとか、虫垂炎とかだったらこんなに長い期間、しかもこんなにちっちゃい痛みで続くことはないし、何か内臓疾患なのか、それともただの便秘なのかとかね、いろいろね考えたりとかして、だからとりあえずね健康診断に行けば血液検査は絶対やるじゃないですか。で血液検査で絶対わかるわけじゃないですけれども、場合によってはその何かしらの内臓で炎症とかが起こってる場合は多分血液検査で少しなんかこう数値的に現れるんじゃないかなと思うので、そういう気持ちもあって一回とりあえず早めにね健康診断全然早くないんだけど健康診断受けようかなっていうふうに思ってました。でね別にねそんなにお腹もねすごい痛いとかじゃなくて、そもそもずっと疲労を溜め込んでたりとか、ちょっと運動不足だったりとか便秘がちだったりとか、そういう、生活習慣がちょっとうまく循環してなくて、全体的に体調が健康のこの全体のアベレージ自体が下がっちゃってるっていう感じなので、特別なんか変な病気かなとか、すごいお腹痛いなとか、そういうレベルじゃないんですけど、とりあえず一回見とこうみたいな、健康診断そもそも行かなきゃだしみたいな思って今日行ってきたんですけどね。で健康診断で今までこっちに引っ越してきて2回行ったことがあって、その2回ともね、同じ病院に行ったんですよ。で今回はねそこと違う病院に行ってみたんですね。っていうのも最近私がお腹がちょっと痛くて、結構右下の下腹部も傷んだりとかしてから中枢炎の可能性があるかなとか一瞬その時は思ったりとかして、でもその後こうその痛みは続かなかったし、だから多分違うけど、なんかお腹の中なんかちょっとでもトラブルがある可能性もあるかもなと思って、内臓的なね消化器系というか。なのでこうネットでねこの近場の病院の中で消化器内科のある病院っていうのを検索して、どうせだったらそこで健康診断を受けに行こうと。そこで気になることもちょっと聞けるし、あと今後ね私がこうやっぱお腹痛くなったみたいなことが起きた時にやっぱ行くべき病院って消化器内科になりそうだなって思ったんですよ。だからそういうのがある病院に一回どんな病院なのか行っておいたら行きやすいじゃないですか、次回も。あとは健康診断一回そこでね受けといたらね、なんとなくその時のその時点での検査の内容はわかるじゃないですか。血液検査と尿検査ぐらいですけれども結果がそうやって出るのはね。
なのでそういう意味でも、今まで2回行った病院とは違うところで消化器内科のある病院で健康診断を今日受けてきましたね。帰りにね島村も寄れたんでね、良かったかなって思います。結果はね1ヶ月後くらいに結果聞きに来てくださいって言われてるので、来年になっちゃうかと思うんですけれども、結果が出たらですね、せっかくなんでこの YouTube でねまたちょっとこんな感じでしたみたいな感じで紹介したいと思います。この健康診断の結果ね、実は前のチャンネル、私が、間違って削除しちゃった40代のとこちゃんのチャンネルではね、一回ねすっごい詳しく出したことあったんですよ。ちゃんといろいろ説明入りでそれでもね間違って消しちゃったからね。だからね今回もちょっと出してみようかなとは思うんですけれども、もう私の体質的にはね、私 LDL コレステロールは体質的にもともと高めなので、それはおそらく基準値内のギリギリぐらいか、もしくはちょっと超えてるぐらいだと思います。それはねもうそういう体質なんで、ちょっと超えてたとしても私は実はあんまり気にしてないんですけども、ちょっとそこが高い分ある程度免疫がちょっと人より高いっていうふうにも考えられるかとも思うし、ただねやっぱり血管詰まりやすい、平たく言えばね血管が詰まりやすい毛はあるので、心筋梗塞系とかね、そういうのは気をつけなきゃなっていうふうには思ってます。ただね私が本当20代とか若い頃のめちゃくちゃ運動とかしまくってた時期とかで全然太ってない時期とかでもそこのコレステロール値は結構高かったので、これはねもちろん食べ物とかも全然ちゃんとしたもの食べてた時期ですけれども、なのでこれはもう体質的にもう下げようと思って下げれるもんじゃないので、LDL っていうとね日本では悪玉コレステロールっていう言い方をするから、もう 100% 悪みたいな風なイメージができちゃうんですけれども、総合的に考えて判断すればいいかなと思ってるんで、そこは気にしてませんって言ったらあれなんですけども、全体の結果を見てね、いろいろ自分なりにまた生活習慣とかねいろいろ考えてみたいななんて思っています。とにかく今はね私もちょうど体が今年はね特にまた変化があった年だったなって思ってるんですね。まさにいわゆる更年期的なものが本当に徐々に始まりだした年かなっていうふうに思っていて、白髪が急激に増えたりとか、あとはこの生理がね生理周期が40日空いたりとか60日空いたりとか、あとね今回ねすでにね実は今3ヶ月半くらいかなもう来てないので、もしかしたらねこのままずっと来なくて1年経ったら、一般的にはね生理が止まって1年経ったら閉経みたいに言われてるんですけども、もしかしたら閉経を迎えてるかもしれないっていう感じですね。迎えてなかったとしても、まただいぶ遅れてきたとしてもだいぶもうそのホルモンの出る量が減ってたりとかしてっていう体の変化が起きているっていうことは間違いないと思うので、そういう意味でもねきっと自律神経が乱れたりとか、つまりそこが乱れるってことはいろんな部分での不定収束も起こりやすい、ちょっとまだ更年期という体が更新されて次の状態になる不安定な状態なので、ある程度体調がね少し悪くなったりっていうのはきっと
あっておかしくない時期だろうなって思うから、特にね無理はしすぎないようにしなきゃなっていうふうに客観的に頭では考えてるんですけど、目の前で何かこれを必ずこうしようとかなんか自分で決めた目標のここまで必ずやり遂げようとか、結果が出る出ない以前に自分でここまではやると決めたところくらいはやらねばとかね、そういうふうに結構ね考えるとね、健康第一って言いつつ健康第二ぐらいまでねつい下げちゃってるので、実際にねこの自分が今回もねここまではとりあえずやろうって決めて、もうぐったり疲れ切った後に健康診断に行くっていうのも、要は健康診断の日程を第一に考えてないっていうことからして、もう健康第二っていうふうに考えられるので、ちょっとねこれは考えを改めなければいけないなって思いました。多分ね20代に30代とかまではねやっぱり元の体の強さっていうのがあるので、それで押し切れたっていうのはあると思うんですけど、私も40代後半でもういわゆるアラフィフ世代っていう世代になってきましたんで、もうそれはねなんていうかがむしゃらに何かをただ私頑張ってますみたいな風にやってることは実質頑張ってはいないなというか、ある意味この現実逃避で脳死状態でただ走っているだけっていう風に思えるので、しっかりと現実と向き合ってというか、しっかりとねちゃんと頭いい動き方っていうのをねしなきゃいけないなっていうふうには思いますね。そんな感じで健康は本当にキープしていきたいなっていうふうには思ってるんですけどね。でねちなみに昨日でねいわゆるそのタスクの目標を達成したので、ここまでは必ずやり遂げようっていうね、もう結構疲れ切ってて肩こりとかがもうやばかったんで、昨日はねお風呂にちゃんと湯船を張ってしっかり使ってお風呂に入って冷水シャワー浴びてお風呂に入ってみたいなのを何回か繰り返したりとかして体をリフレッシュさせて、夜にはね肩や首こり関係のヨガとか、あと腰痛ヨガとか、だいたい30分くらいして、ちょっとね自分をメンテナンスさせてね、それで早めに寝たりしました。早めに寝た分、そこそこ早めになぜか目が覚めちゃったんで、睡眠時間的にはもうちょっと寝てた方が良かったかなと思ったんですけど、でもね今日そのおかげで健康診断の病院にもね早い時間に行けて、あまり待たずにね検診ができたので、それはすごい良かったかなっていうふうに思いました。そんな感じでとにかくね病気にはなりたくないなって思うんですよね。中枢炎とかも絶対なりたくないし、絶対って言ってもなっちゃう時はなっちゃうのかもしれないけど、他の病気とかも、気をつけててももちろんなってしまうことはありますけども、そのリスクを下げるためにもやっぱり普段の日常的な生活習慣ですか、睡眠とか食事とかね、そういうのは本当気をつけた方がいいんだろうなと思いつつ難しいですよねあとね食事とかもねやっぱね疲れちゃうと結局料理がめんどくさくてとか、もう疲れてもう気力が起きないとかね、そうすると結局はその食事の内容が低下してしまうとかすると、それも不健康への負のスパイラルが始まってしまうので良くないですよね。そういう栄養面でもそうだし、あと食事をねもう楽しんで食べるっていうこの精神的な喜びもね減ってしまったらあれなので、とにかく疲れ切っててっていう感じにご飯食べたりとかするのは、あとね疲れ切ってるととりあえず一回甘いものでね血糖値上げたいみたいなね感じになっちゃったりとかして、だからちょっとね脳もバグったりとかするんですよね。だからそういう意味でも
まあなんかねこう難しいですけど健康ね。でも病気になったりとか入院とかしたらその分時間もロスしちゃうし、まあ何より体がねそうやって一回病気になって体に負担かけちゃう自分の体もかわいそうだしななんていう風に思うんですけどね。そうそう、あと肩こりとかもこんな慢性な肩こりでは自分大丈夫なんだろうかと思ってね、ちょっとそこにもねきちんと向き合っていかなきゃかなと。でね、まあ今日はお休みの日にしようと思ってのんびりしようと思ったんですけどね、5時間ぐらいは結局なんか検診から帰ってきていろいろやってしまったらまた肩こりが再発しちゃってみたいな感じの負のスパイラルがまた始まってみたいな感じですね。なんかねそんな感じでそんな感じの今日でございました。まあ、今喋ってるのはね火曜日の夜なんですけれども、これから寒くなってくるので風邪とかひかないように気をつけていきましょう。まあ、疲れすぎると免疫落ちて風邪ひきやすくなったらそれこそ面白くないので気をつけていきたいなと思います。それではまた。